今回はおすすめ福袋ガチャを解説していくぜ。とうとう1年に一度のガチャが来たか、一体どのコレクションが優秀なのか気になります。それではまずはじめに紹介するのは、こちらの技巧式ラインナップだぜ。なるほど確かに優秀ですね。ただしっかり外れもある感じだ。そうなのよね。まずエピック水着コンパクヨウムは前回も言ったようにかなりスペックが高い。スキルは火力を上げつつ防御デバフを持ち、味方の霊力回復が可能と多芸なキャラだ。また自信だけど結界付与でバフをかけることができて安定感もあるね。そして固有のスキルのターンを1ターン減らすスキルを持っているぜ。火力に関してはラスワも特攻はそこそこ狭めなんだけど、200% と 150% の残裂弾を装備しているので高火力のダメージを与えることができるぜ。ブレイク性能も非常に高く、1ターンで6枚割りが可能と非常に優秀なキャラで当たり枠だぜ。またこのラインナップの目玉はもちろんレリックユユコモであり、2024年の高難易度破壊者の一人だな。初心者さんから上級者も使いたいキャラトップクラスですよ。レリックユユコには相手全体に木属性の弱点を付与があるんだ。つまりどんなステージも適正にすることができて適正ではない高難易度ステージでもクリアできることも。このスキルを貼り付けて木属性の最大火力で殴れば簡単に相手が解けるという脳死でも最強スキルだからキャラ数の少ない初心者さんは特にでおすすめ。また陽光バフ以外は一級品の性能なのもグッドですよ。そしてエクストラクラウンピースも当たりキャラだぜ。この子からエクストラフェスが強くなったんだけど、性能はめちゃくちゃ優秀。まずインコータイプの燃焼ブレイク型で結界以上は相性のいいものを持ってる。しかも属性は星属性という非常によく弱点になりやすい属性を持っているのもグッド。敵がマリサとナモリアとかコウマトウとか結構星属性が多いよね。火力面もスキルでしっかり高めることが可能。ブレイク力も非常に高く拡散ショット星属性の全体攻撃で割りやすいし、1ターンに6枚2ターンで9枚割とトップクラスのブレイク力を持っているぜ。特攻範囲も地味に広い心霊を持っているので結構刺さるケースが多いぜ。エクストラフェスの中でもかなりおすすめなキャラだよ。ここまではめちゃくちゃいい。が、残りの超フェスが全員まだインフレが起きてない頃の古い超フェス。全員月戦型シリーズは調整されているね。このシリーズは2021年に出た最初期の超フェス。さすがにこの時代では使えるレベルではない。余裕で今の工場の方が強いレベルだ。この辺が当たる可能性が5割であるため5位という形になりました。エクストラ以上は優秀だけど超フェスが当たると大爆死ですからね。ただしコレクションで月戦型でもいいという方は結構おすすめラインナップだよ。続いてのおすすめラインナップ第4位は速攻式プラス妨害式だぜ。超フェスが魅力的なラインナップって感じですな。そうそう、優秀な超フェスが多く入っていて外れのないラインナップだ。まず水着赤マリサは単体殲滅力なら右に出る者がいないキャラだ。スペカは全部単体だけど、150% の残裂弾を装備していて特攻も妖怪特攻持ちというラスワレベルの威力を出せれるんだ。ラスワは全体で2025年キャラと同じ 240% の残裂弾を装備しているし火力は今までなら白フェスを抜けば一番でした。さらに単体スペカオンリーということで普段使いは相変わらず弱めだが、前回の永遠戦線では単体相手も出てきてくれたおかげで需要が高まったんだ。そういえばランキング戦では単体の敵がいたのでかなり活躍できましたよね。なので単体スペカだけ、というのが薄くなり全然使えるレベルになってきたんだ。そういうこともあって今までなら余裕があればという感じだったが非常におすすめキャラになり上がったんだぜ。また隠れているがエピック心もいるんだ。と言っても心が強いかと言われたらまあまあな性能。妨害式なんだけど防御デバフではなくて相手の攻撃力デバフが得意。攻撃デバフをしてもグレイズという無敵になれるものがあるのでいらないんですよね。さらに相手全体の要望にを2段階ダウンに T もあるけど、ブレイクしたら消えるので意味がないというあまりにも微妙なキャラだ。正直強さは次紹介する超フェスの方が優秀なレベル。それだけ超フェスはどれも優秀で大当たり。超フェス小町は最強テンプレ性能になっているんだぜ。小町はスキルに味方全体の速力を3段階アップや、自身に暗闇付与で火力も上げれて、自身の霊力合計に上昇と高い霊力回復も持っていて強い。初期ターン3まで到達するのは偉すぎだ。さらに味方全体の結界を1枚増加発生率 50% で追加効果プラス1という、有能すぎるサポートスキルも持っているのよ。しかも陽光バフは 1T で全員の陽光6段階、2T で10段階アップまで到達するんだ。やっぱりこの時代の超フェスは有能すぎる。さらに 1T で6枚、2T で8枚という圧倒的なブレイク性能も持ち、エピックレリックまで含めた全キャラ中でもトップクラスのブレイク性能となっているぜ。まさに最強キャラにふさわしい最強テンプレですね。このように小町はまさしくぶっ壊れ破格キャラだな。超フェスドレミーももともと最強クラスなだけあり強い。ドレミーは妨害式らしい防御ステータスの究極的な弱体化が得意なデバッファーキャラ。絵札の力を借りれば 1T で相手全体の要望9段階ダウン&クリティカル防御4段階ダウンということで要望を極限まで引き下げることが可能。また妨害式と速攻式の2面を持って
いるって需要高いのがいいね。さらに筆頭すべきはブレイク力。他の誰の手も借りず完全に自己完結しながら2手で相手全体の結界を7枚8枚割れるという、エピックレリック顔負けの破壊力を持っているんだ。顔ゲーもできて面白いキャラだから手に入れて損はないぜ。その情報いります？超フェスつくもベンベンはブレイク力が高くて霊力配布が可能。相手のあらゆる面のデバフができるんだ。しっかり陽光タイプで毒斬りも負けるし、シンプルにデバッファーとして活躍できるよ。超フェスリブルはかっこいい、という感じで外れが少なくて、優秀な超フェスが欲しい。水着紅マリサを持っていない人はかなりおすすめなラインナップとなっているぜ。外れが少ないし超フェスをなかなか入手できないのでありだ。続いてのおすすめラインナップは破壊式プラス支援式だぜ。かなり新しめのエピック河川がいるのがいいね。そうそう。まずこのラインナップは大目玉が2人いるのがでかい。それはジェニックミマ様とエピック水着河川だぜ。この2人は非常に強い。ミマ様の筆頭すべきは味方全体の与えるクリティカルダメージを 2%、4% ×前衛の人数に応じてアップにていと、味方全体の攻撃時クリティカル率を 2%、4% ×前衛の人数に応じてアップにてを持ち変態的なほどにクリティカル攻撃を爆上げすることが可能。特攻範囲広いキャラと組み合わせたらやばいな。またミマメリーは、暗闇と燃焼の付与が得意なキャラでちゃんと円光と相性がいい結界付与を持っている。ブレイク性能は破壊式らしく 1T で6枚 2T で9枚割れるというトップクラスの破壊力を持っていて2023年最強キャラなだけあるぜ。しかもこのミマメリーは月属性と非属性という構成で、レリックかぐやと相性があまりにも噛み合っている。私も持っていないので欲しいです。といったように最近は円光が強いし需要ありすぎるキャラだぜ。エピックの水着河川は味方全体の陽光にを1段階2段階アップにてと味方全体のスキルの再使用ターン数を 1T 短縮を持つ影の立役者。また味方全体のクリティカル命中を4段階アップ 3T なんかも持っていて、火力面のサポートは素晴らしいものを持っているぜ。ブレイク力は 2T で6枚なのでそこそこで特攻範囲は浅いけどほぼ全弾入っているのでハマれば強いって感じだぜ。まあクリティカル命中アップが得意なのでそこで補えれてるしね。支援としてはかなり優秀な部類のキャラだぜ。さっき紹介したスキル短縮持ちのヨウムより上だな。黒バスの真の幻のシックスマン眉住千尋みたいな感じね。わかる人いますか？という感じでさすがは新しめなキャラだけありスペックが高いので手に入れたいキャラだな。そして超フェスなんだけど、さすがはあの超フェスのバーゲンセール時代に登場しただけあり、ケイネも有能キャラ。超フェス弦の支援式ということで霊力配布が得意で攻撃面もしっかりバフをかけられ味方のサポート性能は非常に優秀。それに加えて完全自己完結した 2T 燃焼結界6枚ブレイクという超フェスでは十分すぎるブレイク性能を持ち火力もなかなか安定した実力を持つ超フェス限定キャラクターだ。この時代にほぼエピックレベルの白蓮とか四季様とか登場して影になったけどやっぱり強いよね。十分に今でも前に出せるキャラだな。そして超フェス昨夜は古いから仕方がないが一応現環境でもギリギリ使えるレベルだな。支援力は皆無でブレイク性能もほぼないがクリティカル性能を極限まで高めてぶん殴れるので周回用に使ってあげれるね。超フェスレミリアは見た目が可愛いということでかなりおすすめのラインナップだぜ。外れ枠が古い超フェス2人だけなのでかなり当たりやすいのがいいね。なんといっても復刻の少ないジェニックミマとまだまだ復刻はされないであろうレリック河川がいるからな。非常におすすめだぜ。確かに、この2人を持っている人少ないだろうしこれはかなりありだ。続いて紹介するおすすめラインナップは攻撃式プラス速攻式だぜ。このラインナップめちゃくちゃ強いやん。パッと見た感じ外れという外れがないですよ。そう、そこがこのラインナップのいいところなんだ。まず目玉はライブマリサとレリックレイムだな。ライブマリサはブレイク力は2ターン6枚とエピックではあんまり高くないが、インコを1ターンで7段階上げれたり、一応ダメージ増加を持っていたり霊力配布もできるのでかなり安定感あるキャラだな。攻撃式だけど支援よりの攻撃式という感じですね。またインコで速力支援もできるから、新春青レイムと相性がいいのもグッドだな。レイマリで並べられるのはいいなぁ。レリックレイムは言わずもがな今年トップクラスで活躍したキャラの一人だぜ。全体攻撃の火力が非常に高くシンプルにアタッカーとして強いキャラクターだ。レリック限定キャラらしく基礎性能も十分高く、火力ブレイクサポート3拍子揃っている上に、再使用 T 数1のスキルなんて面白い個性も持っており、汎用性差別化点ともに素晴らしいものを持っているぜ。そしてレリックレイムと非常によく似た性能の超フェス白蓮も大当たりだぜ。このキャラは2023年からいるキャラだけど、超フェスでは現在でも最強アタッカー、トップクラスとかのレベルではなく余裕でナンバー1だな。ほんと壊れすぎてますよ。いろんな超フェスの常識を覆したキャラだぜ。まず一発で初期ターンフルブースト可能な霊力チャージを持っていて、さらに味方全体の速力、味方全体の命中を上げれるスキル1は再使用ターン数はたったの1で毎ターン使用可能。もうすでに超フェスとは別次元。さらに味方全体の陽光を3段階アップや能力などの速力アップで元のパワーも十分だけど、さらに
クリティカル倍率が高くて有利属性にも 40% ダメージアップを持ってて、さらに 155%、175% という驚異的な倍率の残裂弾を装備していることからぶっ壊れの火力を叩き出せるんだぜ。マジで基礎スペックがエピックやないか。加えて霊力が完全自己完結した 2T で7枚9枚の毒切り付与&ブレイクという超フェス現最高クラスのブレイク性能を持っていて未だに超フェスナンバー1キャラだぜ。さすがに今のレリックの速攻式と比べると劣るけども全然最前線で戦っていけるレベルだな。さすがは超フェスバーゲンセール時代の王だけあるわ。レリック河川なんかもラスは 275% 残裂弾を持っていて古いレリック以上の実力を持っているぜ。そして超フェスプリズムリバーも最近のキャラらしく強い。ルナサワ2 T で9枚の帯電ブレイク要攻霊力命中クリティカル攻撃と汎用項目オールカバーの味方バフ要防&クリティカル防御の敵デバフなどなど、シンプルな性能になることも多い攻撃式にしてオールマイティな性能を持つ優秀なキャラクター。ネルランはスキル&スペルに&ラスワで大幅な全体要防デバフ、再使用 T 数わずか2のスキルで速力命中を補助しまくるスペルを打つたび霊力補助などなど、なかなかに面白い性能もしている超フェス現だぜ。超フェスつくもやつ橋は最近白フェスで強くなった高質弾容器型で、高品質な容器支援とか毒ブレイクができる優秀なアタッカーだぜ。あとオッパがでかい。外れという外れのいない非常に安牌なラインナップですわ。ただレリックレイムに関しては何度も復刻していて持っている人が多いので、目玉キャラの白蓮とライブマリサの2人になる可能性はあるね。と言ってもレイムを持っていてもこちらは非常におすすめなラインナップだよ。栄えある福袋お祈りおすすめラインナップランキング第1位は、速攻式プラス技巧式だぜ。もう誰もが納得でダントツでこれだろう。パッと見てわかるよく見る使用率の高いキャラが多いもんね。外れなんていません。全員優秀で強キャラ。まずジェニック現月は他のジェニックと組ませれば環境トップクラスのキャラクター。ジェニックを入れると倍率が上がるスキルを持つんだけど、このキャラは一人でミマ様と新規様をこなせることが可能。味方全体の与えるダメージを 5% 前衛の人数に応じてアップと、味方全体の与えるクリティカルダメージを 5% 前衛の人数に応じてアップを持つのよね。つまり最大で 60% の倍率をかけることが可能。しかもダメージ増加とクリティカルダメージ増加は非常に相性がいい。どちらも引用関係なしに火力を上げることができるので全員にどちらも恩恵が受けられるので火力を伸ばしやすい。その他のブレイク、火力、サポート性能も非常に高品質なものを持っているんだ。さすがは1年に2回しか来ないフェスだけあるわ。そしてレリックマリサはもう言わずと知れた速攻式トップクラスの火力マン。結果以上はちょっと噛み合ってないが初の 222% 残裂弾を持っていて、やろうと思えば1ターンで10段階速力を上げれて、2ターンで使える高性能スキルを持つ強力なキャラクターだな。相性のいいキャラも多いのもいいのよね。まあ何度も復刻されていて所持率高いというのはあるけど、その他の超フェスも外れがない。まず超フェス硫化は 2T で相手全体6、7枚ブレイクという超フェス現最強クラスのブレイク性能、超広範囲の妖怪特攻を持ち超フェス現最強クラスの火力を叩き出せれるぜ。そして天使も下手なエピックより強い。筆頭すべきはその火力でオール 125% 残裂弾、幻想郷&妖怪&人間の超汎用特攻、有利属性 40% ダメージ増で超絶的ダメージを出しやすいものとなっていて、速攻式らしく満身創痍確定的な火力を出せる。特攻範囲は超汎用。その上で特攻が刺さった時の火力や属性優位を取った時の火力はエピックレリック級のものであり、レリックレイムのような速力を上げるキャラと組めば伸びしろも抜群。火力面に関して言えば超フェス現最強格にして古いレリックは凌駕していますね。超フェスフランドールは超フェス現レベルの速攻式ながらクリティカル方面での補正も強く、特攻火力は超フェス現の中でもトップクラスの水準。加えてブレイクは自己完結した 2T で7枚の暗闇ブレイクも可能。ブーストも軽い上に霊供給も豊富なので小回りも効きやすいし、サポートも再使用ターン数が 3T と短めのスキルやブーストグレイズで様々な項目をカバーしているし、超フェス現としてはトップクラスに有能なキャラだぜ。このキャラ復刻がレアなので欲しい人多そうだ。さらに超フェスオリンは、VS 単体、1T で7枚ブレイク VS 複数、2T で6枚ブレイクを狙えるハイレベルで自己完結した暗闇結界ブレイクの使い手で、さらに速攻式らしい残裂弾の上乗せによる高火力を持った、突破力抜群の超フェス限定キャラクター。高難易度イベントではバリバリ活躍できる性能で、しかも3ターン周期の自身の禁止解除燃焼毒切り暗闇3種への耐性があるので一部の妨害を強引に突破できる要素も複数持っており、この辺も含めて相手を問わずにゴリ押す力はかなりのもの。小回りがめちゃくちゃ効く子ですな。また少女転生が確か近かったと思うからさらに強化が可能だぜ。とりあえず初心者さんはここにぶち込めば OK って感じですね。キャラクターも人気キャラばかりだしいいよね。そういえば4周年記念のキャラのラインナップはどうなの？めちゃくちゃ調整されています。まず小石を見てください。強いし人気キャラだしということで引く人が多いと思ってフェスゲンが2体も入れられてるんだ。それは引きづらいな。レリック昨夜も持っている人多いしね。
超フェス2人は優秀だけど、ちょっとフェス弦が当たりやすいのとレリック昨夜は持っている人多いからなんとも言えない。桜フランの方は桜フラン自体がそこまで強くないし、かなこ様は何度も復刻されているしで超フェスのスイカが当たればラッキーぐらいだな。あってもレリックかなこ様は持っていない人多そうだから狙ってもいいと思いますよ。おい、それは人気投票74位だからか？その対割れそうなところで言うとレリック河川なんかは超フェスばかりのラインナップでしかも2人は古い超フェスでそこまで強くないのよね。確かにこれはあからさまにエピックとレリック外してるな。なので今回紹介したラインナップが私の中でおすすめだよ。了解しました。この中から自分に合ったものを選びますよ。ぜひ今回の需要を活かして自分に合った福袋で仲間を集めてくれよな。視聴者さんはどのラインナップを狙っているかコメントで教えてくださいね。また新年情報も紹介しているのでこちらも合わせて見ておくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。